こんにちは。こんにちは。今日時間いただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。第1名の質問から聞いていこうと思ってるのですが、自己紹介、また現在の活動を教えていただけませんか？はい、高島那覇と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、現在は、人材系の企業に勤めながら副業でセクシャルウェルネスのための、事業をしています。具体的にはセックス診断サービスっていう、今アプリを開発しています。そうなんですか。はい。日本にはなかなかそういう風なアプリはまだないんですよね。はい、ないです。全くないです。感動しました。どのような学生時代を送ってましたか？はい、学生時代はいろいろしてたんですけど、イギリスに1年間留学してジェンダーとか性教育を勉強していました。いつも私は感動しますね。今の活動につながったきっかけなどがありますか？これ教えていただけませんか？はい、日本はすごく、性についてのタブーがあって、なかなかセックスについて悩みがあっても相談できないんですけど、イギリスに留学した時にイギリス人の女性たちがすごくオープンにセックスについて話していて、避妊とか性感染症とか、性的同意っていうことについても話し合ってて、すごく衝撃を受けました。そうなんですか。で、現在の活動の、モチベーションは何ですかって聞かれたら、はい、どういうふうにモチベーションを持ってますか？はい、自分の心と体と向き合ったり、パートナーとうまくコミュニケーションをとって対等な関係にいることで、すごくヘルシーに性的なことを楽しむ女性が増えたらいいなって思って活動しています。私過去に性について、悩んでいたことがあって、一つは、ちょっと友達に性的な、加害というかハラスメントというか、性暴力を受けそうになったことがあって、その時に私がスカートを履いていたり、その人に家に行ったのが悪いんじゃないかっていう風に責められたことがあって、その時は結構苦しかったですね。なんかメンタルプレッシャーが苦しそうやなって僕も一応想像みたいなやつできると思うんですけど、で逆に私が加害してしまうような立場にあったこともあって、もともとお付き合いをしていたパートナーに対して、セックスをしつこく迫るというか、その人はあんまりしたくなかったけど、その時は付き合っていたらセックスをするのが当たり前って思ってたから、すごい何回もしつこく誘ったりしたんですけど、今考えると別に付き合ってるからといってセックスを絶対しなきゃいけないっていうことはないから、ちゃんと相手に確認を取るべきだったなっていうことを考えています。そうですね。で、そういう風の考え方身についたのはいつ頃ですか？やっぱりイギリスに行ってからですかね。日本にいる時はそういうステレオタイプというか固定観念を私も持っていて、イギリスに行っていろいろ性教育を学ぶ中で、自分も相手もちゃんと尊重するとか、そういう姿勢が素敵だなって思うようになりました。イギリスに行ってよかったですね。はい。現在はね、性教育に関するパンフレット作成したりとか、いろいろワークショップを行ったりとかしていると聞いたことあるんですが、それについて教えていただけませんか？この時は、性的同意について説明するパンフレットを京都市と一緒に制作して配ったんですけど、すごくメディアで取り上げられたんですけど、いろんな人に批判されました。でもその時は性的同意っていう言葉が日本で全然広がってなくて、
なんでわざわざそのセックスする前に相手に確認しなきゃいけないんだ、めんどくさいとか、なんかそんなのセクシーじゃない、なんかロマンチックじゃないっていうか、なんかいちいちセックスの前に相手に確認を取るのが結局雰囲気壊れちゃうよねみたいなのを、そういう批判をいただいたり、私自身に対する批判もすごくありましたね。なんか兄弟生なのにバカとか、なんか本当に私の見た目に対してなんかブスとかデブとかそういうのもなんかいろいろいただきました。ああ、大変そうですね。そういう時の、メンタル力はどうやって持っていかれてましたか？いやその時はしんどかったけど、でもなんか批判されるほど多分世間の人も注目してくれてるっていうか、少なくとも気になっているんだろうなと思って、ちょっと誤解されたりはしてしまったけどインパクトを与えられたのは良かったなって思って、でもその批判の中にも聞く価値があるものもあったので、なんかそこで受けた批判をもとにもうちょっとその分かりやすい表現の仕方で性的同意について説明するとか、その後の活動にどんどんつながっていったかなと思います。いやー、それはそうですね。現在は高島さんの活動に参加したり、お話をもっと聞きたいっていう方に対しては何かサービスを提供していらっしゃいますか？今そのセックス診断サービスっていうのをアップデート中で、今度はその一人で性的な思考とか、性欲とかについて自己分析できる機能をつけようと思っています。でそれをあと1ヶ月くらいかなでリリースしたいなっていうのを思ってます。すごいですね。はい、最後にはこのビデオを見ている人々にはメッセージを伝えたいんだったら、そういうメッセージは何ですか？皆さんヘルシーなセックスライフを送ってほしいなっていうのをすごく思っていて、でそのためにはまずちゃんと自分の心と体に向き合って、なんかどういうことが好きとか嫌いとかっていうのを、ちゃんと分析した上でパートナーと対等な関係で話し合ってうまくすり合わせてほしいなっていうのを思います。そうですね。皆さん、高島さんも頑張ってるんで、いい生活するように頑張りましょう。高島さん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。